ああ、健介、こんなところにいたんだ。何？私じゃ不満？別に何もないんだけどね。クオンには私より他の勢力の子と仲良くしてもらわないと。健介くらい仲良くしろとは言わないけどね。思ってなかった？呆れた。それで長尾や武田を垂らしたの？女の敵ね。やっぱり女の敵じゃない。冗談よ。健介はあの時から全然変わってないなって思っただけ。最初にクオンがうちに連れてきた時。具体的にはどの辺が？こっちに来て篠やひよとも話したけど、その辺が一番進歩してないってぼやいてたわよ。まあ、女の子の扱いがうまい健介も気持ち悪いって言ってたから、それは別にいいんだけど。まあ、あなたは変わらなくていいのよ。私の言うことが信じられない？何よ。私、あなたの奥さんなんだけど。分かってないわね。そういうのは別に聞かなくてもいいって言ってるのよ。確かに女の子の扱いも全然進歩してないわね。やっぱり尾張にいた頃のまんまじゃない。怒らないわよ。怒ったことあった？どうぞ。スケベさん！元気っすか？今日は武器も鎧もつけてないっすよ。そりゃ抱きついてるんだからちょっとくらい当たるっすよ。ザクラは気にしないからせいぜい楽しむといいっす。約束っす。なるほどね。スケベがスケベなことしてる。
嫌っすか？前に松葉が甘えてた時と変わんないっすよ。それにザクロ、今日は武器もつけてないっす。当たって痛いところはないと思うっすけど。硬いところないはずなんすけどね。スケベはスケベに場所なんか選ばない。まあいいじゃないっすか。約束なんだから楽しめばいいんじゃない？あ、スケベの嫁。ねえ、さっきからスケベスケベって、ケンスケって越後じゃそんなにスケベだったの？なんとなくそう見えたからずーっとそう呼んでたらそのままになったっす。なるほど。まあスケベなのは間違いないし。もちろん渡す。もともと御大将の兵、そんなに多くない。今日はアキコに呼ばれたから戻ってきた。こんなところにいた。二人とも帰ってきたなら帰ってきたって言ってちょうだいな。帰ってきた。もう言わなくていいわよ。だってスケベさんいたっすし。それにアキコは逃げない。私もそんなに暇なわけじゃないんだけど。何の用？別に用事らしい用事はないんだけど、ないのに呼んだんすか？次は大きな戦いになるし、少しみんなでゆっくりしたいって思ったのよ。御大将も勧めてくれたし。じゃ、用事済んだ。スケベさんで遊ぶっす。まったくもう。ごめんなさいね、うちの若い衆が。別にいいわよ。ケンスケがスケベなのは今に始まったことじゃないし。その絡んできた子のおっぱいに鼻の下を伸ばしてるのはどこのスケベさんかしら？これはこれで抱き心地いいっすね。意外な発見。本当にごめんなさい。気にしないで。本当にいつものことだから。それより、長尾州でゆっくりするなら、私は席を外した方が良くない？別に気にしないでいいっすよ。アキコさんが勝手に言ってるだけっすから。ザクロちゃんはもうちょっと気にして。ユイナ様だって、ケンスケさんと夫婦水入らずでゆっくりしたいでしょ？そういうのは、夜に独り占めできる時にするわ。本当にごめんなさい。アキコ、心配しすぎると老ける。誰のせいだと思ってるのよ。まあまあ、アキコさんもこう言ってることっすし、スケベさんもユイナ様も嫌じゃなかったら一緒にいたらいいっすよ。それはケンスケさんのセリフでしょ、ザクロちゃん。別に気にしないで。お邪魔じゃなかったら少しいさせてもらおうかしら。それがいいっすよ。そういえばユイナ様ってクオン様の次にスケベさんの奥さんになったんすよね。ええ、そうよ。だったらスケベさんの昔の話とか聞きたいっす。スケベは本当に昔からスケベだった？ええ。だって本当のことでしょ？
ヒヨもコロもシノもクオンや私だって、どれだけ垂らし込んでると思ってるの？金ヶ崎までのあなたのしたことは見てきたんだし、こればっかりはかばい立てのしようがないわよ。やっぱりスケベさんはスケベさんだったんすね。ザクロの見立て、間違ってなかった。そうだ、私も聞きたいんだけど、ミク様ってどんな子なの？一応はヒヨたちからも聞いたけど。本大将っすか？まあ当たり前っすね。変わり者。何かあったらすぐ出家するっていう。一応は大丈夫でしたよ。出家癖？本大将、最初は仏門に預けられてたんす。ですが、家督を継ぐことになっていた春影様では越後を抑えきれそうになく、各地の豪族たちから推挙されて減俗なさったんです。だから何か嫌なことがあったら出家するっていう。なるほど、そういう。でも御大将のおかげで越後もだいぶ落ち着いてきたんすよ。まあ国がめちゃくちゃになる前にまともな主に代替わりできてよかったんじゃない？というか、仏門にいたら大変なことになってたと思う。弁慶、間違いない。ああ、そんな感じっすね。ちょっとあなたたちね。アキコは反対？まあ間違ってないとは思うけど。どうしたミク、風邪か？そういうわけじゃないんだけど、誰か私の噂でもしてるのかしら。越後の破壊神。誰が破壊神よ、誰が！というか、自分とこの主をむちゃくちゃ言うわね。私はいいのよ、クオンの奥さんなんだから。でも本当に越後の国持ちになってよかったと思うっすよ。今はいろんなところで暴れてなんだかんだで発散してるっすから。それもなかったらもっとひどい。そのおかげで私の胃はいつもキリキリしてるんだけど。別にザクロも御大将も普通にしてるだけっすよ。どう考えても普通じゃないでしょ。どのこと？ほら、前に鉄砲の前に飛び出したこととか。ああ。前に御大将、自分は神仏の加護があるんだから鉄砲の弾になんか当たらないなんて言い出したことがありまして、短期で敵陣の城門に近づいて散々城内の兵をけしかけたことが。結局鉄砲は当たらなかったっす。撃たれる前にサマヤマンダラで敵陣ごと吹き飛ばしただけ。健介さんは御大将のことちゃんと抑えてあげてくださいね。ザクロもちゃんと抑えるっすよ。松葉も。あなたたちはむしろ御大将をけしかける側じゃない。へえ、そんなことないっすよ。気のせい。
何が気のせいですか。ほら、前に北条と戦った時だって。あれは楽しかった。楽しかったじゃありません。以前、相模から北上してきた北条の軍勢が上野にあったこちらの城を取り囲んだことがありまして、そこは上野の要衝でしたから、こちらからも御大将自ら兵を率いて救出に向かったのですが、敵の包囲は厚く、なかなか城まで近づけなかったのです。それならまだマシだったのですが、ザクロちゃんと松葉ちゃん、あと少数の騎馬の兵を連れてですね。そのまま敵陣に並足で、あっけに取られた敵を尻目に、そのまま堂々と城内へ。いやー、あれはさすがにドキドキしたっすね。そう思ったなら止めてください。でも、城の兵も奮起した。兵は奮起したかもしれないけど、私は気絶しかけたわよ。今は笑い話。そうそう、北条も追い払えたんだから全てよしっす。笑えない話をしてるんです。健介さんはお願いですから、この子たちみたいに御大将を焚きつけるような真似はしないでくださいね。でも健介は人のことを言えないわよね。はい。健介もあるのよ。目と鼻の先で鉄砲を構えた相手に突っ込んだことが。目と鼻の先。あと警戒の厳重な敵の城にはちょくちょく忍び込んでるわよね。春日山でもしたって聞いたけど。あれは無茶だった。あれはバカのやることっすよ。ああ、そうでした。健介さんもそっちのお方だったんですね。健介さんに何かあったら御大将も悲しみますから、絶対にやめてくださいね。それももうクオンやシノにも何回約束したかしらね。健介さん。でもそういう意味だと御大将にもいい旦那さんができたってことっすね。私は御大将の無茶をちゃんと抑えてくれる旦那さんが良かったんだけど。割れ鍋にとじ蓋。でもクー様とスケベさんが来る前に比べたら御大将だいぶマシになったっすよ。まあそうね。それはある。御大将、刀の収集が趣味。休みの時は部屋にこもって日がない一日刀を眺めたり磨いたりしてたっすよ。刀を見つめてはニヤニヤ笑ってたしね。年頃の女の子のしていいことじゃなかったわよね。正直引く。まあ、あの頃に比べたら、今はクー様やケンスケさんと遊びに行きたがるようになったし、だいぶマシになった気がするわね。それ、クオンも同じだわ。そうなんすか？
クオンの場合は鉄砲だったけどね。堺から来た商人から買った鉄砲や南蛮の道具をいじったり分解したり、それは楽しそうに。御大将と同じっす。試し撃ちがしたいって言って若菜たちと出かけてはいたから、一日中こもってるようなことはなかったけど。ああ、だったら御大将よりはマシっすよ。御大将、本気で一日中こもってた。でも鉄砲を分解しながらニヤニヤしてたのはさすがにちょっと引いたわ。スケベ、そういうのに好かれる口。どうしたクオン、お主も風邪か？わからん。体調には気をつけているつもりだが。気をつけてちょうだいよ。大事な時期なんだから。ミクも人のこと言えない。うるさいわね。わかってるわよ。まあ試し切りは戦場以外じゃしようとしなかったから、そこだけはマシだったけど。でもクー様とスケベさんが来なかったら今頃どうなってたかわかんないっすよ。夜な夜な領地に繰り出しては。怖いこと言わないでちょうだいよ。正直こんなんじゃ嫁のもらい手はないなーって思ってたっすからね。それはこっちも似たようなものね。まあその頃には私が嫁いでたけど。まあ跡取りはクー様と夏希様がいたから問題ないといえば問題なかったのだけれど。あきこさん以上に心配だったっすよ。ちょっと私は関係ないでしょ。ザクロもいろいろめんどくさくなったらスケベさんにもらってもらうっす。別にザクロスケベさんのこと嫌いじゃないっすよ。旦那のあてもないっすしねえ松葉。松葉もそうする。知らない男に嫁ぐよりはいい。鬼と戦う気があるんだったら誰でもスケベさんの嫁になれるんすよね。御大将はそういうところ気にしない。なんで私を見るのよ。健介のそれはもう諦めてるから別にいいわよ。その代わり愛称に加わる気ならちゃんとミク様と私には報告してね。いろいろややこしいことになるからそこだけはお願い。わかった。任せるっす。じゃあそういうわけでスケベさん。ザクロちゃん、松葉ちゃん。あきこさんも来るっすよ。ゆいなも。そうね。じゃあもう奥さんの私も遠慮なく。ダメ？こうやってみんなで甘えるのも悪くないわね。健介隊の子たち、私がいると遠慮してやってくれないのよね。だったらザクロたちが一緒にしてあげるっすよ。そうね。他の勢力の子と仲良くするのもなかなかいいわね。スケベ、役得。